ついに日本の国家情報局へ国家情報会議設置法案とスパイ防止法議論を徹底解説。皆さん、こんにちは。今回のテーマは、日本の安全保障や情報機能に関わるかなり大きな話題です。スパイ防止法、国家情報局、国家情報会議。最近、この言葉をニュースや SNS で見かけた人も多いと思います。そして、ついに日本にも CIA みたいな組織ができるの？スパイ防止法が決まったの？国民監視が始まるのでは？と様々な意見が飛び交っています。ただ、最初に一番大事なことを言います。現時点で、スパイ防止法そのものが成立したというわけではありません。正確には、2026年3月13日に国家情報会議設置法案が閣議決定され、国会に提出されました。この法案が成立すれば、総理大臣を議長とする国家情報会議が設置され、その事務局として国家情報局が内閣官房に置かれる方向です。つまり、今回の動きは、日本のインテリジェンス機能、いわゆる情報収集分析能力を強化するための大きな転換点だと言われています。では、この法案で何が変わるのか、なぜ今、政府は情報機能を強化しようとしているのか、そして、今後、スパイ防止法につながる可能性はあるのか。今回は、賛成意見、慎重論、問題点、そして私たち一般国民が知っておくべきポイントまで、できるだけわかりやすく整理していきます。まず、今回の中心にあるのが、国家情報会議です。政府の説明によると、国家情報会議は、重要情報活動や外国情報活動への対処について、政府全体で調査分析調整を行う司令塔組織です。簡単に言えば、各省庁が持っている情報をバラバラではなく、総理官邸を中心に集約し、分析し、国家として判断するための組織です。議長は内閣総理大臣、参加するのは官房長官、外務大臣、防衛大臣、法務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、国家公安委員長など、つまり日本の安全保障や経済安全保障に関わる主要閣僚が集まり、重要情報を共有する仕組みです。そして、この国家情報会議を支える事務局として、国家情報局が設置される方向です。ここが今回の大きなポイントです。今まで日本には内閣情報調査室、いわゆる内調べが存在していました。ただ、海外の情報機関と比べると、権限や情報集約能力が弱いと言われることもありました。例えば、アメリカには CIA、イギリスには MI6、イスラエルにはモサド、中国にも巨大な情報機関があります。世界各国は情報収集や分析に非常に力を入れています。なぜなら、現代の戦いは昔のように戦車や戦闘機だけではないからです。今の時代は情報戦の時代です。サイバー攻撃、偽情報、SNS を使った世論操作、技術流出、重要インフラへの攻撃、外国からの影響工作、選挙介入、こうした見えない戦争がすでに世界中で行われています。例えば、ロシアによる情報工作、中国による技術獲得問題、北朝鮮のサイバー攻撃、アメリカでも外国勢力による SNS 世論操作問題は何度も話題になりました。つまり、ミサイルが飛んでくる前から情報戦は始まっているということです。政府側はこうした時代に対応するため、日本も情報機能を強化する必要があると説明しています。高市総理も施政方針演説で戦後最も厳しく複雑な安全保障環境という言葉を使っています。そして質の高い情報収集、適切な分析、迅速な意思決定が必要だと述べています。つまり今回の国家情報会議や国家情報局の話は単なる新組織の話ではなく、日本の安全保障の考え方そのものが変わろうとしている可能性があります。ただ、ここで勘違いしてはいけないポイントがあります。今回の法案は映画に出てくるようなスパイ組織をいきなり作るという話ではありません。あくまで現時点では政府内の情報共有や分析能力を高める司令塔機能の強化が中心です。ただし、政府は別の場面でスパイ防止関連法制の必要性にも言及しています。ここが今 SNS などでスパイ防止法が始まると言われている理由です。ただ、ここも非常に重要なので、
正確に説明します。現時点で具体的なスパイ防止法の条文や制度設計が決まっているわけではありません。つまり、今回決まったのは国家情報会議設置法案、そしてその先にスパイ防止関連法制の議論が続く可能性があるという段階です。ここを混同してしまうと情報がかなり不正確になります。では、そもそもスパイ防止法とは何なのか。一般的には外国勢力のために国家機密を盗む行為や重要情報の流出、外国による不当な情報活動などをより強く取り締まる法律を指して使われています。ただ、日本には現在でも国家公務員法、自衛隊法、特定秘密保護法、不正競争防止法、外為法など安全保障に関係する法律は存在しています。では、なぜさらにスパイ防止法が必要だという声が出ているのか。賛成派の意見として大きいのは、現在の法律では弱いという考えです。例えば、先端技術の流出、半導体、AI 技術、防衛関連技術、大学研究、こうしたものが海外へ流出した場合、日本の安全保障に大きな影響を与える可能性があります。また、SNS を使った世論操作、外国勢力による情報工作、サイバー攻撃、経済安全保障問題、こうした現代型の脅威に対し、今の日本の制度では不十分ではないか、という意見があります。一方で、慎重論も非常に強くあります。特に懸念されているのが、どこまでをスパイ行為とするのかという問題です。もし定義が曖昧だと、取材活動、言論活動、政治活動、研究活動などまで広く監視対象になる危険があるという声があります。つまり、国家権力が強くなりすぎることへの懸念です。実際、弁護士団体などからは、人権保障や監視制度が不十分なまま、情報機関だけ強化されることへの懸念も出ています。ここは非常に重要です。安全保障は大事です。しかし同時に、国民の自由や権利も大事です。だからこそ、今回のテーマは、単純な賛成反対ではなく、どうバランスを取るのか、ここが最大のポイントになります。例えば、本当に外国による情報工作が行われていた場合、サイバー攻撃を受けていた場合、重要技術が狙われていた場合、それに対応する情報機関が弱すぎるのも問題です。一方で、情報機関が強くなりすぎて、国民監視につながることも避けなければいけません。つまり、必要な安全保障と自由や人権保障、この両方をどう成立させるのか、そこが今後の最大の議論になると思います。そして今回、国家情報局ができることで、政府全体の情報共有はかなり変わる可能性があります。例えば、防衛省が持っている情報、警察が持っている情報、外務省が持っている情報、経済産業省が持っている情報、こうしたものをより横断的に分析できるようになる可能性があります。例えば、ある外国勢力が日本の重要技術へ接触している。さらに、SNS でも不自然な世論操作が起きている。同時に、サイバー攻撃も発生している。こうした情報がバラバラではなく、一つにつながったとき、これは国家レベルの情報工作ではないか、と判断できる可能性があります。これが、政府側が説明する情報機能強化の大きな意味です。ただし、やはり重要なのは、監視する側を誰が監視するのかです。国会による監視、第三者機関、裁判所、情報公開、こうした仕組みがないと、国民の不安は消えません。つまり、国家情報局を作るなら、同時に強いチェック機能も必要だということです。ここを、今後、どこまで制度設計できるのか、そこが、日本の民主主義にとって、非常に大事なポイントになると思います。ここまでを整理すると、今回、政府が閣議決定したのは、国家情報会議設置法案です。この法案が成立すれば、総理大臣を議長とする国家情報会議、その事務局として、国家情報局、これらが新しく設置される方向になります。目的は、日本の情報収集、分析、安全保障機能を強化すること。背景には、サイバー攻撃、技術流出、外国による情報工作、経済安全保障問題などがあります。一方で、人権保障、監視社会化への懸念、権力集中への不安もあります。つまり、日本は今、安全保障と自由のバランスをどう取るのか、
かなり大きな分岐点に来ているとも言えます。皆さんはどう思いますか？日本にもより強い情報機関は必要だと思いますか？それとも監視強化につながる危険な方が大きいと思いますか？ぜひコメント欄で皆さんの意見を教えてください。このチャンネルでは政治、経済、社会問題、安全保障など今の日本で起きている重要テーマをできるだけわかりやすく、そして正確に整理していきます。参考になった方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。